ワルシャワを訪れた人は必ず目にかかるのがこちらの科学文化宮殿でございます。この宮殿は町の中心部にあって町のどこからでも見えるんです。ですのでこの町のシンボルにもなっております。この宮殿の中には映画館をはじめ劇場、博物館、大学、他にも様々な会社が中にあります。とても町に役に立っている宮殿でもあるのですが、ポーランド人からはかなり嫌われた宮殿でもあるのです。ではなんで町の役に立っているのに嫌われている建物なのかどうか、今日はそれについてお話ししたいと思います。W centrum Warszawy, na rozległym terenie przeznaczonym pod budowę Pałacu Kultury i Nauki, znikają ostatnie ślady wojny i ruin, szczątki starego, zniszczonego śródmieścia kapitalistycznej Warszawy.20文字ですね、だいたい500円ほどでこの宮殿の展望台に登ることができるのです。ここに見えるのが中央駅です。ポーランド人が言うには、ワルシャワで一番いい景色はこの文化宮殿の展望台からだそうです。それはこの文化宮殿が見えないからなんです。これはワルシャワの西側です。約60年代にあるフランス人がここから飛び降りて自殺したんです。それがきっかけでここは自殺の名所にもなったことがあるんです。そのためにもう誰も自殺をしないようにこの檻をつけたんです。Przed moim oknem on przeleciał i nie skojarzyłem, że to człowiek. Myślałem, że to jakiś papier, szmata. Za chwilę był potworny wstrząs, że tynk poleciał. Ja wtedy skojarzyłem, że ten przedmiot spadający przed oknem nie był ani papier, ani szmata, tylko po prostu człowiek. 宮殿の歴史を知るために、まず最初は戦前のワルシャワについてお話しします。まずは文化宮殿が立つワルシャワについてお話しします。1918年、独立を取り戻したポーランドは驚くほど早く発展し、特に首都のワルシャワは30年内にはヨーロッパを代表する大都市にもなったのです。その大都市はとても美しく、北のパリとも呼ばれていたほどです。ワルシャワは若者にとって憧れの街で、多くの人が勉強をするためや仕事をするために住み着きます。その中で一番多かったのはもちろんユダヤ人たちです。ニューヨークの次にワルシャワはユダヤ人が多かったとも言われています。この通り戦前のワルシャワはとても豊かな街だったのです。1939年9月1日、第二次世界大戦が勃発します。戦争が始まってすぐワルシャワでドイツ軍の空襲が始まり、ワルシャワの約 18% が破壊され、1944年8月1日に勃発したワルシャワ放棄で町の約 70% が破壊されました。
ヨーロッパ戦争の中で一番被害が多かったとも言われています。しかし、今文化宮殿が建っているワルシャワ中心部の被害はそれほど大きくはなかったのです。ワルシャワ放棄の最中でも放棄軍が待機していたエリアでもあったのです。そして1945年1月にソ連軍が侵攻して間もなく生存した市民は町に戻り、運よく残った建物に住むようになったのです。じゃあどうしてその風景が変わってしまってその場所に文化宮殿が建ってしまったのか。それはポーランドが戦後ソ連の支配下に入ってしまったからであります。戦前のポーランドは資本主義国家であったのですが、戦後はソ連の支配下になっていたので、もちろんソ連と同じく社会主義国家に変わってしまったのです。ポーランド統一労働者党が成立すると、今度は大規模な街づくりが始まるのです。街づくりといっても戦争で残った建物を破壊し始めるんです。それはなぜかと言いますと、それは戦前の上品な街並みは社会主義の理想に合わないからなんです。そのため、その解体した場所に今度は社会主義リアリズムという建造物を建て始めるのです。それと同じ理由で、このポーランド・ソ連友情の証とも呼ばれた科学文化宮殿ができたのです。宮殿の工事は1953年に始まり、瓦礫の上にポツンとそびえ立つ科学文化宮殿は1955年の7月に完成しました。文化宮殿のすぐ下にこのゲットーの壁の跡があるんです。今僕が立っているのがゲットーの中ですね。そしてこの外が、ポーランド人側になります。これは小ゲットーの一部です。ここに地図があります。今僕たちがいるのがここです。そしてこれが小ゲットーと大ゲットーになります。こうして北のパリと呼ばれていたワルシャワも永久に消えてしまったのです。